こんにちは、タサンシマです。今日は、付け合わせなどで使える、キャロットグラセ、人参のグラセを作りたいと思います。まず、人参なんですけど、はい、でまず皮を剥いていきます。できれば細いものを選んでください。で今日は輪切れにして作っていくので、太いとすごいボテボテとした感じになるので、細めの人参を選んで、作ります。でもし太めしかないっていう人は切り方を変えたりとかして同じように作ればいいだけなので、はい、細く輪切りで作る場合は細めを選んでください。全部皮むきました。で、人参によっては皮むかなくても全然いいんですけど、結構古くなってきたりすると黒くなってきちゃったりするので、その人参によって皮むくかむかないか決めてもらうといいと思います。でこの人参を輪切りにしていくんですけど、厚さは少し 1.5 センチぐらいあっていいと思います。であんまりにも薄いとほっくり煮えないんですよね。薄くしすぎると逆に硬く煮上がってしまったりするので、厚さは少しある方がいいと思います。はい、これ鍋に入れていきます。人参今日ちょっと多めに作ったので計6本細めのものをやったんですけど、これ少なく作る時も一緒です。ただ、煮る時間結構長いので作る時にバーッと作っといて、例えば、シチューとか、シチューも鶏肉と玉ねぎだけで普通のルーで作るシチュー作っておいて、こういう人参のグラッセを、パラパラっと上にかけて、茹でたブロッコリーとかを上から散らすと、もっと綺麗な仕上がりになりますし、あとは普通に生姜焼きとかいろんなおかずに合うので、いっぱい作っておいてもいいのかなとも思います。で、ひたひたよりもっとです多いかぶるぐらい水、はい、しっかりかぶるぐらいの水を入れます。そして強火にかけて沸くまでは強火にします。今そろそろ沸いてきそうなんですけど、この野菜のアクはすごく丁寧に取らなくてもいいと思うんですけど、今回はこの煮汁を煮詰めて絡ませたいので、今回の場合はちょっと丁寧にというか普通に引いてください。はい、沸いてきたのでこのアクはこの沸いてくる瞬間に結構上がってくるので、今日は野菜なんでそんなにないですけど、この瞬間に取っておきます。はい、そしたらお砂糖を入れて、お砂糖の量は甘くしたければ大さじ5杯ぐらい入れてもいいと思うんですけど、これは好みなので好きなぐらい入れてほしいんですけど、3杯にしておきますね。大さじ3杯ぐらい入れました。砂糖は今回はぐーっと染み込ませたいので最初に入れて、その水分を煮詰めながら火を通していくっていう感じにしていきます。はい、でこのまま煮詰めるんですけど、強火だとちょっと強すぎるので、かといって弱火だと煮詰まっていかないので、ポコポコ言ってるぐらい、強火と中火の間ぐらいがいいかなと思います。この状態で、水分がなくなるまで煮詰めていきます。はい、はい、では、今だいぶ煮詰まってきて、もうほとんど
水分がない状態なんですけど、ここで、バターを入れていきます。バターは結構香りのあるものなんで、先に入れちゃうと香りが飛んでしまうので、バターは仕上げに。バターの量も好きなだけっていう感じなんですけど、やっぱり多すぎると脂っこくなってしまいますし、少なければ少ないほど風味は少なくなるので、好みがあると思うので、ちょっと今たくさん入れてしまいましたけど、10g ぐらいあればいいと思うので、あとは自分で今30ぐらい入っちゃったかもしれないんですけど、で最後はもう沸騰させつつバターを溶かしてまとわせるって感じですね。はい、溶けたら OK ぐらいなので、砂糖の味がこうぐーっと柔らかく中まで入っていて、周りをバターでコーティングするっていうようなイメージで仕上げていきます。盛り付けします。はい。で、うちでは結構こう大皿にもう付け合わせの野菜とかも大皿に盛ってテーブルの上に出して、好きな人が好きなだけ取って食べるっていうやり方でやってますけど、もしなんかこうお皿一皿ずつ盛り付けして余っちゃったりしたら、冷蔵庫で保存すれば結構45日ぐらいは持つと思うので、冷凍しておいたりして、なんかそういう人参が欲しい時とかに解凍して使ったりとかもできるので、たくさん作っておくといいかなと思います。はい、分量は概要欄のところに書いておきます。これで、人参のグラスの完成です。